羅生門は昔の京都のお話です。今から1000年くらい前、京都に羅生門というところがありました。とても古くて汚いところでした。そこに男が一人いました。その男はとても真面目で、とてもいい人でした。でも仕事もお金も家もありませんでしたから、とても大変でした。その男はとても困っていました。京都は今日も一日が終わります。夕方になって雨が降りました。京都の入り口に羅生門という建物がありました。そこに男が一人いました。男は雨が止むのを待っていました。羅生門はとても広いですが、とても寂しいところでした。人が全然いませんでした。昔、京都はとてもきれいで賑やかな町でした。でも、今から1000年くらい前、京都では地震や台風などがたくさん起きたので、人がたくさん死にました。家や建物もたくさん壊れました。だから寂しい町になりました。京都ではいろいろな悪いことも起きました。狐や狸、泥棒が来て、京都は危ないところになりました。そして京都の人は死んだ人を羅生門に捨てたので、夜誰もそこへ行きたくなかったです。羅生門はとても怖いところになりました。男はとても真面目でいい人でした。1週間くらい前まで仕事があったので、よく働いていました。でももうないので、家もお金もありませんでした。もちろん新しい仕事を探さなければなりませんが、寂しい京都の町にもう仕事はありませんでした。ああ、仕事がない。私はどうしたらいい？ああ、死にたくない。と男は言いました。男はとても悲しい気持ちでした。そして雨も降っていたので、もっと悲しくなりました。でも死にたくないので、何かをしなければなりませんでした。今、男ができることは一つだけでした。それは泥棒になることでした。でも男は、私が泥棒になる？いやいやいや、それはできない。泥棒は悪いことだ。と思いました。男は全然元気がありませんでした。何もしたくなかったです。男は、ああ、今日はとても寒い。早く寝るところを探さなければならない。と言いました。そして男は寝るところを探しました。羅生門の中を探しているとき、大きい木の階段を見つけました。羅生門の上は汚くて怖いところだから誰もいない。よし、ここで寝よう。と言って男は階段を上りました。男が階段を上っているとき、火が見えました。誰かがそこにいて火を使っています。あ、死体だけだと思ったが、誰かがいる。ちょっと怖いな。と男は思いました。男は階段から部屋を見ていました。そこには死体がたくさんありました。服を着ている死体と服を着ていない死体がありました。
その時、男はとても変な人を見つけました。とても変な人だったので、とても怖くなりました。その変な人は70歳ぐらいのおばあさんでした。おばあさんは茶色い着物を着ていました。髪が白くて背が低かったです。そしておばあさんは髪が長い女の死体を見ていました。おばあさんは何をしているのかな。少し怖いけど、ちょっと見たいな。でも怖いな。と男は思いました。男がおばあさんを見ているとき、おばあさんはその女の髪を一本取って、また一本取って、それからまた一本取りました。男はおばあさんを見て怒りました。あのおばあさんはどうして女の髪を取っている？わからないが、それはとても悪いことだ。と男は思いました。男はどうしておばあさんが髪を取っているか知りたかったので、木の階段を登って部屋に入りました。おばあさんは男を見てびっくりしました。そして逃げようとしました。男はおばあさんに、おい、ばあさん、どこへ行く？と言いました。でもおばあさんは何も言いませんでした。男はもう一度おばあさんに言いました。おい、ここで何をしている？どうして女の髪の毛を取っている？でもおばあさんは何も言いませんでした。とても大きい目で男を見ています。そこで男は優しい声でおばあさんに聞きました。なあ、ばあさん、私は今日羅生門に来た。羅生門に木の階段があったからここに来た。それだけだ。ばあさん、ここで何をしている？私はそれが知りたい。それを聞いた後で、おばあさんは目がもっと大きくなりました。もっと怖くて強い目になりました。それからおばあさんは小さい声で言いました。この紙を売りたかった。それだけだ。この女はとても悪いことをした。死ぬ前に魚を売る仕事をしていたけど、それは魚ではなかった。蛇だった。でも美味しかったから、町の人たちはたくさん食べていた。それで女はお金をもらうことができた。嘘は悪いことだけど、この女も死にたくなかった。私も悪いことをしている。死体の髪を取ることは悪いことだけど、死にたくない。死にたくないから、悪いこともしなければならない。と、ばあさんは言いました。男は、このばあさんの話を聞いた後、小さい声で自分に言いました。あのばあさんは、死にたくないから悪いことをしている。じゃあ、私も死にたくない。そして男はおばあさんを見て大きい声で言いました。私も死にたくない。だからばあさん、その茶色い着物をもらう。そう言った後で、男はおばあさんの着物を取りました。そして走って羅生門の下まで行きました。男が行った後で、
おばあさんは木の階段まで行って、そこから羅生門の下を見ました。でも夜だったので何も見えませんでした。男がどこへ行ったか、それは誰も知りません。